こんにちは。今日はこの底板を使ってスマホショルダーを編んでいきます。大きさは約13センチの17センチ。底を編まなくていい分簡単なので、よかったら試してみてください。使用する糸はダイソーさんの 100% ウールヤーン。並太で色はからし色。材質はウール 100%。30g で約55メートル。使用かぎ針の目安は4から5ミリ。この小さな底板は、これもダイソーさんのもので、大きさは 10.7 センチと 4.2 センチ。これが4枚入っていました。で、ボタンはセリアさんで買ったものです。大きさは2.5 センチぐらい。大きめの方が可愛くなると思います。かぎ針は5号と6号。3ミリと 3.5 ミリ。あとはとじ針とマーカーとハサミを使います。まず細編みで1周します。一つの穴にいくつ細編みを入れていくかを書いておきます。この底板には表と裏がないようなんですが、少しだけ反っているので、このくぼんでいる方を上にして編んでいこうと思います。編み始めるのは短い辺の真ん中。短い辺の真ん中。針は細い方の5号を使います。糸を引き出します。引き抜きます。鎖を1つ。同じところに細編みを1つ。これが1つ目の細編み。マーカーをつけておきます。次は細編みを2つ。1つの次は2つ。この時に糸端を編みくるんでいきます。今向こう側にあるんですが、これを手前に寄せて編みくるんでいこうと思います。で、このまま細編みを2つ。カーブのところには3つ。次は2つ。1つ、2つ、3つ。次は2つ。2つの次は1つ、2つ、1つ、2つ、1つ、2つ、1つ、2つ。カーブのところは3つ。2つ、1つ、2つ、3つ。カーブの次は2つ。1つ。
カーブのところは3つ、2つ、1つ、2つ、カーブのところは3つ、あとはまた2つ1つ2つ1つと編んでいきます。ぐるっと編んできたら最初の細編みに引き抜きます。ここからは太い方の針に変えていきます。鎖を1つ、裏返します。鎖の根元に細編みを1つ、鎖の根元はここのこちら側に細編みをしたいと思います。で、針を入れるのは2本の糸の下、鎖の根元の2本の糸の下で細編みを編みます。隣にも細編み、この時も2本の糸の下で細編み、次も次もこのまま一つの細編みに一つの細編みをしていきます。2周目もくるっと編んできました。最後の細編みはここになります。ここは鎖の根元になるので、ここには編まないで、ここに最後の細編み、最初の細編みに引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目。鎖を1つ。ここからは裏返さないで編んでいきます。鎖の根元に細編みを1つ。次も細編み。次も次もこのまま一つの細編みに一つの細編みを編んでいきます。これで1周します。3周目もぐるっと編んできました。最初の細編みに引き抜きます。次は4周目。3周目と全く同じように編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、このまま1周します。
4周目が終わったら次は5周目。5周目は中長編みの V ステッチを編んでいきます。まず鎖を3つ、根元に中長編み、中長編みは絡めて3本を一度に引き抜きます。これで鎖3つと中長編み。次は足元1つ飛ばして2つ目に中長編み。1、2、鎖を1つ、同じところに中長編み。これで中長編み、鎖1つ、中長編み。これを繰り返していきます。1、2、中長編み、鎖1つ、中長編み、1、2、中長編み、鎖、中長編み、1、2、これで1周します。中長編みで1周したら、最初の V の真ん中に針を入れて引き抜きます。次は6周目、細編みをしていきます。鎖を1つ、V の真ん中に針を入れて細編みを1つ、次は V と V の間、次は V の真ん中、次は間、次は真ん中、次は間、次は真ん中で間。これで1周します。最後は V と V の間に細編み。最初の細編みに引き抜きます。次は7周目。普通の細編みをしていきます。まず鎖を1つ、根元に細編み、次も次もこのまま1周します。次は8周目。8周目以降はここと同じように編んでいきます。次はこの部分、鎖を3つ、根元に中長編み、足元1つ飛ばして2つ目に中長編み、
鎖を1つで中長編みでまた12これで1周します。8周目の最後は V ステッチの中に針を入れて引き抜きます。次は細編み、鎖1つ V の真ん中、次は V の間、次は V の真ん中、間、真ん中、これで1周します。最後は V と V の間に細編み、最初の細編みに引き抜きます。次は普通の細編み、鎖1つで細編み、これで1周します。この中長編みと細編みのセットが9段になるまで編んでいきます。最後は細編み2段にします。9段編んできました。次はボタンをつける位置とループを作る位置にマーカーをつけます。まずループをつける位置はこの引き抜いた目を含めて38か39目目、これが38目目、この目を含めて数えていきます。でボタンをつける位置は真ん中ぐらいでバランスを見て決めます。で30、これで編みながら様子を見ていこうと思います。ループを作る位置まで細編みをしていきます。鎖を1つ、根元に細編み、次も細編み、このままループを作る位置まで細編みを続けます。ループを作るマーカーのところまで来ました。マーカーのところにも細編み、でバランスを確かめます。で見てみるともう少しこっちにずれている方がいいようなので38ではなくて39にしようと思います。これはバランスを見て決めてください。ここからループを作っていきます。ループの長さはボタンの大きさや位置によって変わってきます。これも好みで決めてください。私は18で編んでいきます。
同じところに細編みをします。で、ここに入れるんですが、その前にこの前の細編みのここに針を入れます。ここ、それから同じところ、糸を引き出します。で、引き抜きます。で、細編み。これでループができました。次からは最初のところまで細編みを編んでいきます。次はストラップを編んでいきます。取り付ける位置にマーカーをつけておきます。引き抜いたところを含めて27目目。ここにマーカーをつけます。鎖を220目。鎖220目で私の場合は出来上がりの長さが約1メートルになりました。これは好みで長さを変えてください。鎖編みが終わったらねじれていないか確かめてからマーカーのところに引き抜きます。このまま糸を引き出して引き抜きます。隣にも引き抜きます。隣の細編み。で、ちょっとねじって針から2つ飛ばして3つ目に引き抜き編み、1、2飛ばして3つ目、ここに引き抜き編み、こっち側が1本になっています。糸を向こうに寄せて、で、1、2、3、引き抜き編み、次も次もこのまま反対側まで引き抜き編みを続けます。反対側まで編んできました。最後の鎖にも引き抜き編みをします。鎖の根元の隣に引き抜き編み、隣にも引き抜き編みで裏返します。さっきと同じように針から1、2、3つ目に引き抜き編み、こことここを飛ばして3つ目、
ここの上から見て2本あるうちの手前をすくいます。で引き抜き編み、次も2本あるうちの手前で、これで編んでいきます。1、2、3。次も表はこんな感じで、裏はこんな感じになっています。これで反対側まで編んでいきます。反対側まで編んできました。ここにも引き抜き編み、次は今糸が出ている隣の目に引き抜き編みで固定します。で引き抜き編み、これでもう一回糸を引き抜いて、でこれでストラップができました。次はボタンを縫い付けていきます。もう一度バランスを見てボタンをつけていきます。
で糸はレース糸があったのでレース糸でつけてみました。これで出来上がりです。出来上がりのサイズは横が約13センチ、縦は約17センチ、ストラップは約1メートル、底は11センチの 4.5 センチ。とても可愛く出来上がりました。最後までご視聴ありがとうございました。